椿のライブに行く日ですが、3日ほど前からもうメンタルがよろしくない。とても行くか、めんどくせえ。もう動きたくない、正直。家からライブ行って始まったらおもろいのは分かってんねんけど、マジで動きたくないな。もうソファーでくたばってたんよ。もう安定剤飲むか。安定剤飲む。一旦行くの諦めよう。一旦行くの諦めて、いや行くけど一旦諦めたふりしてちょっとくたばる。一旦くたばってギリギリで行こう。この椿の曲を聴いて今から行けるよっていう楽しみを勝たせる。しんどい。なんでこんな思いしてられるかな。寒いし。
あと20分。やばい。ではもう7分で着く。間に合うか。どここれ、道間違えてんじゃん。じゃあこちら。メイクは買わないじゃん。届くかな声。かなって思ってたりしてたんだけど、いつかみんなで上がりたいなって思ってたステージの最後にいてほしかった人間はいなくて、でもようやくマイナスからゼロにたどり着いた時に、ようやくスタート地点に立った時に、俺にはたくさんの仲間と友達と、そしてこれだけ俺の音楽を聴いてくれるみんながいるって、俺って幸せの天才なんじゃないですかね。ラスト3曲全員で会いたくなったら降臨、仲間にカニ、約束の時間が過ぎた、売れてやるこれで飯食ってやる。人を見る人に声を聞く耳、会いたいやつのどこに向かうらしい、この胸に抱くカニ、幸福の足気つけてるか、俺の愛には。お前らだって大丈夫だぜ、こちらは順調、オールグリーン。これで何もないようがないようなこんな日に書くリリースするテーマは、てか今何してるのかな。涙の一粒でも見たくないほど惚れた女の今日が悲しみで濡れないよう傘になる、冬が来たなら肩を抱こうと思う歌へ。たとえ世界がどうなの、調子良さそうなんで皆さんバシさんのバースも歌ってください。 Yeah。 朝が来ればまた来てよ、そうにジャケット羽織りなりもいいに変えてスキンケア、歩けミスト成功を得るためにはミスも気づく。 I don't know why まだ僕では考えてみたけど、最高。最高に楽しかったです。もう声もこんな感じ。やばい、めっちゃ泣いたし。
なんかご飯食べて帰ります。帰宅、夜ご飯、タンパク質定食。最近はちょっと健康のためにレバーを食べてる。これぐらいなら我が家は10分でできます。いただきます。回転寿司でも行こうかなと思ったら店全部閉まってた。まあそうよな。もうだって11時ぐらいかな今。もう11時。なんかもうドカ打つ。めっちゃメンタルも下がってたし、なんか美味しい気分上がるもん食べて帰ろうと思ったんやけどなくて、家でなんとか気分を上げようと思ったのがこの鮭。鮭結構テンション上がる。もうめっちゃ良かったな。そもそも椿を生で見たのが初めてかな。もうまず椿はいつやろ、2020年ぐらいからかな、ぐっと人気出たのって。まあ結構ほんまに今のヒップホップブームの入り口みたいな、オズワルドとか二の国とかで、あそこら辺から入ったかな。そこから街とかオールグリーンとか、なんかもうその辺の曲がさ、まあ昔から聴いてるし最近でもまあたまに聴くなってぐらいずーっとさ、なんか色褪せない。ヒップホップって結構流行り廃りが激しいカルチャーな気がするんやけど、椿っていうもう一つのジャンルとして確立してるというか、自分の境遇的にさ、すごいちょっと椿の心境とかもなんかちょっとわかるわけ。感情移入するというか、椿は沖縄の団地で住んでて、ある日お母さんが突然出てって、そこからもうずっと帰ってきてないとかまあ歌詞でもなんかちょっとなんか元カノがリス化したとか、なんかそういうちょっとなんつうの、重たいというかヘビーなバックグラウンドを持ってるのがすごく自分的にはめっちゃ好きで、なんかそういうバックグラウンドをこう背景を考えながら見てたというか、もう考えずには見れない、自分からしたら。だから朝聞いてたウォーキンかな、ウォーキンとかも歌ってもうめっちゃ泣いたな。なんか普通にポロポロ泣いた。なんかそういう境遇で生まれてまあ活動とかもさあんましてなかった時期とか結構あんねんけど、てかそもそも活動してる時期はあんまり知らない自分は。そんな中でもう何年ぶり、7年ぶりとかやってたかな。んで武道館やって今もなんか待ってくれる人がいてっていう、もう絶大ななんか人気があるよな。自分の中でなんかそういうラッパー、男性アーティストのツートップみたいなのが、ツートップっていうとちょっと語弊あるかな。まあなんかそういうこうもう感じたものとか魂が似てるんかなって思うアーティストが、そのもう今はもう亡くなったけど
海外やと XX テンタシオンっていうラッパーがいて、いくつで亡くなった ?18、20 とかなんかめっちゃ若くで死んだんやけど、そういうやっぱ男ならではの葛藤みたいな、そういうのがすごい歌詞ににじみ出てるのがすごく好きで、なんかうまくいかない日常のフラストレーションとかもそうやし、男っていう生き物としてのなんか矛盾みたいなものとか、なんかどうしようもない生き物やん、男って結構。だからそういうなんか矛盾を抱えてその苦しみを歌う感じとか、そういうのがめっちゃ好きで、それのもうなんか日本でそういうなんか魂を持ってるのが椿やと自分は思ってて、すごいなんか感情移入しちゃって、その今まで見てきた景色と今武道館に立って見える観客がブワーっていっぱいいる景色が椿からどう見えるんやろうと思って、だから自分もなんか結構ライブとか行くともうその場を結構見ることが多くて、もうこういろんなこう観客の方にバーって見て、あ、この空間を椿は見てんねんなと思って、なんか隣に多分カップルの人がいて、女性の方が隣にいたんやけど、その人もめっちゃ泣いてて、自分もめっちゃ泣いて、もう2人でこんななんかわかるわと思って、いやマジで行ってよかったわ。ほんまに行くのやめようと思ったもん。まず値段的にも1万やし、んで椿がまあ活動、復帰っていうわけじゃないけど、もうずっと活動せんくて久しぶりに活動するっていう、まあ言うたらもう記録に残る感じ、伝説って感じの武道館やんとか思ってたんやけど、もうなんか朝からすごいネガティブな考えばっかぐるぐる頭に回って、ほんで電車もめっちゃ頭痛いし、もうなんか血の気引いてきてさ、これもうちょい行ったらパニックになるなと思って、もう最悪だった。でまあなんとかギリギリ会場着いて、もうライブ終わったらもうなんかちょっとすっきりというか気持ちは落ち着いてたけど、帰りの電車は別に苦しくなかった。隣の人がさ、もう寝そうになってこう来たけど、もうどうぞ好きなだけ寝なさいっていう感じやった。